こんにちは、シャインボディーソウルの里江です。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今日はこのビデオでは、ちょっと睡眠についてお話ししてみたいなというふうに思っているんですが、皆さんはねどのくらいね眠れてますかということでね、すごく眠りについて、すごく気をつけてるっていう方もいらっしゃると思いますし、どちらかというと、仕事とか酷使してるのであんまりちゃんと寝てないかもしれませんっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、すごい気になっててね悩みでもありますっていう人もいれば、全然悩んでもいないし自分はすごい寝てますっていうね、そういう方もねたくさんいると思うんですけれども、この睡眠って私も最近すごく感じてるのが、例えば睡眠時間の長さとかいつ寝るかとかいつ起きるかっていうのも大事ですけれども、もしかしてもっと大事なのが睡眠の質かなっていうふうにね思ってるんですよ。で今日この動画の中で、私がこの、眠りっていうのを、私自身そんなにすごい眠れないっていうことは体験してないですけれども、それでもやっぱりこの霊気を実践してきて、その眠りの質ってこういうふうに上がるんだっていうね体感の部分と、あと最近っていうかもう1年ぐらい前かもしれないんですけど、ちょっと面白い睡眠のね関する、記事を見つけたので、ちょっとそれを先にシェアしようと思うんですけれども、これはアメリカの大学の研究チームが行った、実験結果っていうのが、公表されたみたいなんですけれども、このですね実験の参加する人が MRI 装置って言って、MRI 装置ってご存知ですか？このねなんか箱みたいな筒みたいなところにこう寝た状態でビーンって入ると、体のその内部まで結構隅々綺麗にね写真が撮れます。で私も MR 装置でね膝とか筋肉ね太ももの怪我した時に撮ったことあるんですけれども、普通レントゲンはね骨とかしか映んないですけど、 MRI やるとね筋肉とかそういうね脳とかそういうねこう柔らかい臓器みたいなところも結構綺麗にね映るんですよね。でこの装置を使って、その実験に参加する人たちが、夜中から寝たんですって。でその実験の最中ちゃんと眠れるようにちょっと夜更かしをしてもらって寝て、でその寝た後にそのね人たちに、脳波を測定したっていうことなんですけれども、でそこで何が分かったかっていうと、人間はねそのノンレム睡眠に入ると、その脳脊髄液っていうのがあるんですけれども、こうね頭蓋骨があって脳がこうねくるむみたいな形であって、でその間にたくさん、体液っていうか、その脳脊髄液っていうね液体がたくさん入っていて、でこれがですね寝るとねこう動きやすくこうふわーってね波ができるっていうね、そういうね検査というか、実験をした。でそしてその波が起こることでどうやら、毒素が洗い流されているっていうねそういうことが分かったっていう研究結果だったんですね。で実際には、これを人間の検査をやる前にもうすでにマウスでそういう実験をやってて、大体のことは分かってたらしいんですけれども、今回人間でやっても同じことが分かったみたいなことみたいですね。でこの人間の中の脳のね電気活動が液体を動かすって書いてあるんですけれども、ちょっと私も専門的になってくるから分かんないんですけれども、その脳波ってねこう動いてるけど、この電気みたいにチカチカしてるみたいなんですね。だからこれがそのね寝ることでね変わってくる、動きが変わってきて、その起きてる最中には起こってないことが、寝てる最中に起こってきていて、要するにそれがねいかに睡眠が大事かっていう話になってくるんですけれども、でもこの実験の結果により、例えばですねその毒素っていうのが洗い流されるっていうので、その毒素がですね例えばアルフツハイマーの病気の原因の、ベータアミロイドっていうものとかをねまた除去してくれるっていうことが分かったとかいうね、そういうねとてもなんか嬉しい実験結果だったみたいですね。でも私この話を聞いた時になんかこれってなんか霊気を体感した時のなんかあれに似てるなと思って、っていうのはですね、私は長年片頭痛があったんですね。で霊気を始めたとその頭痛が解消されたっていう話を確か YouTube のどっかのビデオで私も言ってたことがあったんですけれども、その頭痛が解消される感覚っていうのがまたこれがすごく印象的で、なんて言うんですかね、例えばこう痛みとかがあった時にこうグーってね締め付けられるようなね、私はそんな頭痛だったんです。
でそういう風になってきて、ある程度我慢するんだけど、あんまりひどくなると、横になるとか、薬を飲むとかしましたよね。で寝ると、要するにその自分がこのね起きてるっていう意識がなくなるくらいねぐっすり寝て、やっぱりねある程度朝起きてまだ痛いっていうのはさすがになくて、やっぱりその片頭痛なので、同じ時間に定期的にみたいな感じで体験はしてたんですけれども、でもその痛みがこうなんていうのかな、なんか変化していくっていうか、そういう感覚が全くなくて、ある時は辛くてない時はもういいみたいな、もうないとすぐ忘れるとか、そんな感覚でずっといて、でもずっと頭痛が起こり続けるから、ちょっと嫌だなとは思ってたんですよね。霊気を始めた理由っていうのも、別に私頭痛を治したいからとか全然全く考えてなくて、ただこの霊気を手当をね、人にこの家族に霊気の手当をした時に、ここにあったギューっていう頭痛がこうね、締め付けるのが、このアイスクリームの溶けるみたいな感じでフーっていうね感覚があったんですよ。でそれがすっごい不思議で、なんだこれはっていうねものでした。だから私、自分で頭が痛いから手を当てて治そうってしなかったんですよね。だから本当に無意識で、それでこう家族に霊気をした時に一緒にね、その自分の頭痛も解消されたっていうね、不思議な体験が結構霊気を学んで習いたてすぐの時に起こったんですけれども、すごくね印象的だったんですよ。で他の方からも、例えば霊気に現れた方で頭痛があったとかね、あと眠れないとか、いろんなねそういう体調不良的なものですね、そこまで病気がひどいとかっていうレベルではなくて、本当に日常の中でちょっとね、体調不良かなって思ってるようなことがね、結構ね皆さんもあったりするんじゃないかなって思うんですけど、ある程度いい状態であれば、忘れててね全然いいんですけれども、例えば自分がねちょっと疲れが出てきちゃったとか、ちょっとストレスがねあるなーなんて感じると、そういうね自分の悪いものがこう出てきてね、またこれ出てきたわっていうのね、結構思ってたりしませんか？で私はそれで片頭痛だったんですけど、その受講生さんとかでもやっぱり頭痛の方っていうのがいて、でやっぱりなんか似たようなね体感があったっていう話を聞くので面白いんですよね。でこの霊気実践するとですね、なんかさっきのその脳の頭蓋骨があって脳があって、その間に液体があって流れてるって言ってたんですけど、本当にねすごく痛くなってくると詰まってる感じがあるから、動きがないように思うんですよ。なんていうのかな、本当にこうピシッて氷のように固まっちゃったみたいな、その硬い感じがね、痛い時って、この片頭痛ある時ってすごい私はしていて、でこの霊気の実践をすると、その軽くなったりするんですよ。これ全部体感の話なのでちょっと不思議な感覚がするかもしれませんが、要するにですね、なんか気の調子が整ってくると、頭の中がちょっとふわーっとね軽くなってくるような、でそうすると、もしかしてその記事を読んだと思ったんですが、そうすると頭蓋骨と脳がパンパンの状態が、良い状態に、その霊気でねこの手を当てたり気をね流れを良くしているっていう状態になってくると、もしかすると私たちのその頭の中って、その良い状態で寝てる時と全く同じようなの起こってんじゃないって思ったんですね。私その時その記事読んだ時に自分の体感を思い出して、なんとなく同じこと起こってるかもなーっていうね、憶測ですけれどもね。でそういうことがあって、でもその手当をですねやっていくと、やっぱりねこっくりこうね眠くなる人がとっても多いんですよ。なので霊気を学んで、本当に不眠症で不眠の薬ずっと飲んでましたけど、霊気実践して不眠のね薬を手放すことができましたっていう方も聞いたことありますし、そこまで重度のね不眠とかではなくてもすごいよく眠れてすっきりするようになったっていうね、そういう嬉しい報告だったりとか、あとですね、すごいたくさん寝ないと次の日ね全然力が湧き出ませんっていう方とかもいらして、前にもねその英語のサイトの方でハイリーセンシティブパーソンって言って、その HSP ってよく言われる、要するに気にすごい敏感な方とかって、一つの特徴としてたくさん寝なければいけないっていう特徴があるってどこかで私習ったんですけど、要するにすごい敏感なもんだから気を奪われやすい体質の人ですよね。なので、人よりも、多く寝ることで、次の日ねまたちゃんと頑張ろうっていう気になる。
だからもしねちゃんと眠れなかったりとかするとすごいなんかアンバランスになってすごくパワーが出ないって感じてる、そういうタイプの人も多いと思うんですけど、過去にやっぱりそういう風な話をしてくれた人がいて、もう本当に10時間とか寝ることで次の日ちゃんと再スタートっていうのがあって、それが悩みでもあったらしいんですが、レイキを始めて、本当7時間とかそのぐらいでも大丈夫になったからすごいびっくりですみたいな、そういう話をね聞いて、やっぱこの霊気っていうのは薬と違うなっていうね、すごく本当に、理論でね理解もしてましたが、実体験とかそういう皆さんのねリアルな報告を通じてそうだなって感じることがすごく多くて、やっぱり気の流れが整ってくると自己調整がね起こってるんだなっていうことがね、仮定できるわけですよね。だからやっぱり睡眠の質っていうのを考えた時に、やっぱりたくさん寝ててもその質が本当にいいのかどうかとか、あるいはそんなに寝る必要ないっていうタイプの人でもじゃあちゃんと寝てるのかどうかとか、やっぱりそういうところがその質っていうことで考えられるんじゃないかなっていうふうにね思ってて、で私自身は日本にいた時、例えば睡眠っていうのはやっぱりたくさん取るの大事とかね、日本語でも寝る子は育つって言いますし、あと嫌なことがあったら寝て忘れろとかね、そうやって言ったりとかしますけど、私も結構ネクラなタイプで、寝ても全然治んねえって思っちゃうねそういうタイプだったんですけれども、でも寝る子は育つだったり、だから子供にたくさん寝かせるの大事とかで、それは確かにね間違っていないと思いますよね。だからやっぱり何時に寝た方が自分の皮膚のねその再生速度がすごくいい状態に上がりますよとか、夜深くしてるとねなんか皮膚の状態が崩れてくるとか、いろいろあるから、そういうのをやっぱり全く無視して自分のライフスタイルっていうのをね無理にやるっていうのは良くないとは思うんですが、それでもやっぱりどうしてもねすぐには避けられない状態っていうのがあるかもしれないんですよね。でそんな時に本当に霊気ってすごいなっていうか助けになるなっていうのを私はすごい言いたくて、例えばクライアントさんの中でも、夜シフトでお仕事で起きてなきゃいけない方とか、時差のね問題で、仕事の関係上ね夜中もずっと起きてるとかで、その分を昼間に寝てるとか、でも昼間もそう寝てられないからまた起きるとか、本当にいろんなタイプの方がいらっしゃって、でもちろんねやっぱりちゃんと寝れてないっていうことによる障害っていうのはねどっかであると思うんですよね。やっぱり寝れないと情緒が安定しない、要するに気持ちがねすごく不安定になってくるとか、あるいは身体的なねレベルでの良さっていうのも落ちてくる。いろんなこともね考えられるので、もちろんね寝るっていうのは大事なんですけれども、でもそれでもやっぱりねじゃあ寝なきゃいけないから仕事辞めますとも簡単には言えないものであって、やっぱりそういうことを考えると質のいい睡眠っていうのをまずね考えて、そしてこうやっていくっていうのが大事じゃないかなっていうふうにもね思ってるんですね。なので昔の私はそうやって絶対この時間に寝なきゃいけないとか、こういう眠りをしているのが大事なんだとかあったんですけれども、これが本当に霊気をね体験していく中で、あるいはそういうね他の人が霊気を体験したり実践することでどんな改善があったっていうね、そういう嬉しい報告を聞くたびに自分の固定観念もどんどん変わっていったっていうのは本当あって、だからできることからね取り組めばいいっていうね、そういう気持ちにすごいさせられてますね。特に皆さんの中でもしすごく健康に関してとても気をつけてるところがありますとかね、食事とかねそういうね面ですごく気をつけてますとか、睡眠もすごい気をつけてますとか、睡眠もすごいたくさん取りたいから、瞑想とかねそういうのも呼吸法とかもねすごい熱心にやってますとか、あるいは運動もねすごい健康にいいからやってますとか、たくさん本当にねいらっしゃると思うんですね。でそしてそれは間違いでないと思うんです。そういうふうにやっぱりやろうって思うっていう意思は大事だし大切だと思うんですが、でももしかしてそんな方の皆さんの中にすごい一生懸命やってるのにどれもなんか効いてない感じがする。例えば眠りにおいてはすごい自分はね寝ようと思って頑張ってるのになんか全然眠れませんとか、
そんなことがあったら本当にぜひ霊気体験してほしいなっていうふうにね思ってるんですね。やっぱりこの今ねこうやって私もいろんな睡眠のことをお話ししましたけれども、気だったり霊気療法とかってこの手を当ててね気のね流れを整えるって言われても、実際何が起こってるのとかどうやってとかね、すごくねやっぱちんぷんかんぷんなところってねあると思うので、何よりね体感とかやっぱり体験していただくっていうことをぜひねやってほしいなっていうふうに思っていて、正直ねその霊気だったり気とかそういう目に見えないとか言われたら、気が引けるし怖いからちょっとそういうところに行くのが迷ってるっていう方ももしかしてねいらっしゃると思いますが、本当にね体験してほしいなっていうふうには思っているんですね。で霊気とかねそのエネルギーって言った時にまたこのネットに行くとすごく山ほど情報が出てきます。正直、中にはそのスキャムみたいななんか本当にわけわかんないクラス取っちゃったよっていうのが絶対ないかとは言い切れないので、その部分は本当に皆さん気をつけて内容とかねこの人こんな風に教えてるなとか、じゃあその人に会ってみようかな連絡してみようかなとかってやっぱりねそのクラスとかセッションを受ける前にやってみた方がいいと思いますし、またねこうやって伝えてる人たちのねやっぱり考えとかそういう雰囲気とかもねすごく出るところもねあると思うので、ぜひ皆さんも納得のいくところでね霊気を体験してほしいと思っています。で私もシャインボディソウルは香港にありますが、もしね香港にお住まいの方はぜひぜひこちらに霊気を体験しに来て欲しいなと思います。もしね睡眠とかのお悩みがあればあまりねこういう風な話はねなんていうのかな、このシャインボディソウルに来てねセッションを受けた時にはよくお話はすることあるんですけれども、なかなか私もこうやって外で細かく喋ることがないのでそんなことでもね実は気の調整っていろんなそのねベネフィットあると思うんですが、ぜひ体験してほしいなって思ってますし、今ね世の中とっても便利でオンラインでもね霊気を体験することができます。で霊気とかそういうのやったことないっていう方はそんなオンラインでできるわけないっていうふうに思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これが本当に大丈夫ですということで一緒にねそのセルフヒーリングとかちょっとね誘導しながらやってみるとか、もちろん私のね YouTube にもおうち霊気っていうところを探していただくとこの呼吸法だったり簡単なね手当ての仕方とかもね動画からチェックできます。そちらをね先に体験してもらってもいいですし、あるいはですね Zoom の方のそのオンラインのセッションに来ますと実際に対面で本当にオンライン上で、霊気って遠隔でも霊気を受けていただくことが可能です。おうち霊気をね見てるっていうのは一方的にこう動画見てる感じになるので、そこからも気がね感じられるっていう方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですが、実際にね遠隔で霊気を受けるっていう風にできるのはその Zoom の、オンラインの方のセッションなので、もしそういう風にねもっと深くね霊気体感したいだったり、私に直接ねなんか話をねこう聞きたいとか、そういうのがあればぜひねオンラインのセッションを使ってみてください。グループでもやってる霊気体験のセッションっていうのが霊気カフェです。でこちらは霊気カフェってシャインボディソウルのこのセンターでも常にやっているんですが、オンラインになってくるとさすがにこのねベッドに寝てこの手を当てるっていう直接的な手当てはできないんですけれども、それでもねこの画面見ながらね一緒にねこの気の流れを整えるねそういうワークがありますので、とてもねそれも本当にね気が整って心地いいかと思います。でそういうのがオンラインの霊気カフェで、一応グループっていう感じでねそのセッションをやっていて、すごく気軽に楽しくいろんなお話ししながらねその霊気をやっていくっていうのがモットーでやってるんですけれども、もっとね込み入った話聞きたいとかね個別に霊気受けたいっていう方はその個人セッションっていうのがオンラインでもねこちらのセンターでもあるので、それもねぜひ検討してみてください。では今日は以上です。今日の動画見てくださりありがとうございます。この動画が気に入ってくださったらlikeを押してくれるととても嬉しいです。そしてまた、時間を空けておうち霊気の方もやっていこうと思いますので、ぜひよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も良い一日をお過ごしください。さようなら。バイバイ。